皆さんこんにちは。今回は私が普段仕事で編集作業に追われている時によく使う簡単にできるグリッチトランジションの作り方を紹介します。グリッチエフェクトはサイバーな表現に欠かせない演出の一つですが、自分でグリッチを一から作ろうとするとフラクタルノイズの設定やディスプレイスメントマップとの合成など手間がかかる作業が必要になります。そこで今回はストックビデオのグリッチ素材を使って手軽にグリッチトランジションを適用する方法を紹介します。それでは早速やっていきます。はい、やっていきます。まずは動画素材をカット編集で配置します。エンバトや Adobe ストックなどのストックビデオサイトからグリッチトランジションの素材をダウンロードします。無料でもサイト登録すればダウンロードできる素材もあるので探してみてください。この時黒背景の動画が扱いやすくおすすめです。ダウンロードしたグリッチ素材をアフターエフェクツに読み込み、カット部分に加算で合成します。これだけでも成立しそうに見えますが、単に動画の上に素材を重ねているだけなので少し味気ない仕上がりになります。理想は元動画自体がグリッチで歪むような演出です。そこでグリッチ素材自体をマットとしてディスプレイスメントマップで動画を歪ませていきます。グリッチ素材の描画モードをノーマルに戻します。新規調整レイヤーを作成し、名前をディスプレイスメントマップとします。調整レイヤーの長さをグリッチ素材の長さに合わせます。グリッチ素材に対してエフェクト、カラー補正、トライトーンを適用します。トライトーンのミッドトーンズを RGB それぞれ128のニュートラルグレーに設定します。調整レイヤーにエフェクト、ディストーション、ディスプレイスメントマップを適用します。ディスプレイスメントマップレイヤーにグリッチ素材を選択します。エフェクトとマスクを適用をオンにします。横方向のみに動かしたいので最大垂直置き換えを0に設定します。最大水平置き換えに動かしたいピクセル数を入力します。今回は500ピクセルに設定します。マップとして使うグリッチ素材は非表示にします。ここで一度プレビューすると動きに違和感が出ます。これはディスプレイスメントマップの仕組みに原因があります。ニュートラルグレーの部分は動かない。白くなるにつれてマイナス方向へ移動。黒くなるにつれてプラス方向へ移動します。グリッチ素材の最初のフレームは動かしたくないため、シャドウとミッドトーンの色を入れ替えて背景をニュートラルグレーに調整します。調整が終わったらグリッチ素材は再び非表示にします。これで簡単にかっこいいグリッチトランジションが完成します。ディスプレイスメントマップのエッジ動作でピクセルをラップするにチェックを入れると歪みで欠けた部分を補うことができます。この設定はコピー&ペーストで他のカット部分にもすぐ適用できます。ただし貼り付け後はディスプレイスメントマップのマップレイヤーの参照を選び直すことを忘れないよう注意してください。テキストレイヤーに直接ディスプレイスメントマップを適用するとテキストがグリッチで現れてグリッチで消えるという演出も簡単に作れます。
この場合はテキストのインとアウトを別々のレイヤーに分けて作成する必要があります。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。